119番消防です。火事ですか？救急車ですか？指令センターの心強い助っ人になるのかなと。率直に聞きますけど、変わりました？そうですね。救急現場が大きく変わったと思います。左へ曲がります。今年のゴールデンウィークも国内外から多くの観光客が訪れた京都市。この一大観光都市で画期的な挑戦が始まっています。今日は京都市役所にやってきました。これからですね、こちらの部屋では京都市とトヨタ自動車、バスタクシー会社10社の式典が行われます。何の式典かと言いますと、今日から始めるドライブレコーダー119の開始式です。京都市とトヨタ自動車は路線バスやタクシーなどのドラレコの映像を怪我人の救助や消火活動に活用する実証実験を始めました。その名もドライブレコーダー119。以前トヨタイムズニュースで紹介した堺市に続いて全国で2例目になります。日本全国で注目を集める京都でですね、こういう実証実験を開始していただくということは大変ありがたいし意義深いことだと思います。ドライブレコーダーというこの最新のテクノロジーをですね、やっぱり交通事故、救急案件、この情報収集に活用してですね、市民、観光客、皆さん、要するに京都で生活をされているすべての方々の安全に活用する。この活動が皆様とですね、本当に幸せを量産できるような取り組みにしていきたいなというふうに思いますし、世界に発信できるようなプロジェクトに育てていきたいなと。京都市の119番消防です。火事ですか？救急車ですか？ここは消防指令センター。京都市全域からかかってくる119番通報のすべてをオペレーターが24時間体制で対応しています。はい、今消防車急いで向かわすようにしましたので、近づいてきましたらこっちへ行って手振って案内いただけますかね。あとですね、この火事に関してなんか怪我されてる方とかはやらないんですかね。わかりました。助けを求める声に耳を傾け、消防車や救急車の出動指令を出します。まさに命の砦。京都市消防局への119番通報は年々増え続け、1日平均およそ350件。オペレーターには集中力と判断力が求められます。火事ですか？救急ですか？この緊迫した現場に導入されたのがトヨタが開発したドライブレコーダー119のシステムです。では指令センターを案内していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。京都市消防局の松浦と申します。すみません、ご丁寧に。富川と申します。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ここですね。ここです。はい。実際に使われているところを見せていただいてもいいですか？はい、どうぞご案内いたします。ありがとうございます。失礼いたします。今は比較的静かな。そうですね。やはり一番通報が多くなるのは午前中なんですけども、午後の退勤の時間ぐらいになるとやはり交通事故とかもあるんですけれども、今は比較的落ち着いている時間になっています。なるほど。ドラレコシステムはどこで使ってるんですか？はい、全部で3台置いてあるんですけれども、今この場所から見える位置ですと、後ろで2人指揮の者が座ってるんですけれども、それぞれ1台ずつ設定は。はい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 。あ、すみません、お邪魔して。これですね。ああ、これですね。はい。実際にどうですか、使ってみて。そうです。実際に使うと非常に映像でリアルな映像が見れますので非常に手歌っております。はい。こうやって喋り始めるとなんか電話になったりするんですね。そうですね。1分1秒を争う現場。ドライブレコーダー119が力を発揮するのは通報を受けてから。
仕組みはこうです。火災や事故などの現場から119番通報を受けたオペレーター。ただ電話だけでは現場の状況確認が難しい場合があります。そんな時、専用タブレットで現場近くを走る専用のドラレコを搭載した車両がないかを調べます。車両がいた場合は現場の映像を見ることができるのです。目的は迅速かつ適切な消火、救急、救助活動に役立てること。操作としては非常に簡単になってまして、映像を探したい場所を検索して、地図が表示されたら、実際に車があるかどうかの検索をかけます。で車があればこの円の中に、あるドライブレコーダーが設置された車両が映りますので、あれば任意の矢印をタップします。でだいたい10秒ぐらいで、映像が見ることができますので、非常にスムーズに映像確認ができます。映像は5秒間。必要に応じて前後の映像も5秒単位で確認することができます。そもそもドライブレコーダー119を京都市でも取り入れようと思ったきっかけは何ですか？通報される方っていうのは火事であったり救急であったり、やっぱりもう一生に一回あるかないか、そんな世界なんですね。ということでもすごい通報される方はもうパニック状態になってるような感じなので、当然指令センターにも落ち着いてくださいと、やっぱりパニックになっておられるとなかなか現場の状況というのがつかみにくいところがあります。やっぱり火災とか救助事故とかになりますと、電話で聞いててもなかなかわからないところがありまして、それも本当に百聞は一見にしかずですよね。本当にその点パッと画像で確認できるというのは指令センターの、勤務している者にとってはすごい心強い助っ人になるのかなというふうに思いますね。はい。今回の実証実験では京都市内を走るバスやタクシーなどおよそ500台にドライブレコーダーが設置されるということです。実証実験にはバス事業者とタクシー業者10社が参加。京都市営バスは336台のバスに通信機能を持った専用のドライブレコーダーを搭載します。我々も今社会貢献ということに関してはすごいアンテナを張っております。で自分たちでできることは何かということもすでに考えていた中でこういうチャンスをいただけましたので、トヨタさんとタッグを組ませていただいて前に進んでいきたいなと思った次第です。実際にどういうところを走っているバスなんでしょうか？京都市内の、観光地ですとか、商業施設の集まっている中心部はもちろんですし、周囲のその住民の方が住まわれている、生活エリアもかなり広範囲のエリアを走っております。我々市バス1日で、地球2周相当走っておりますので336台うちのバスの4割につくことになりますので、だいたい地球1周弱ぐらいの数をこのカメラが毎日フォローすることができると考えております。宮古タクシーは20台のタクシーに専用のドラレコを搭載します。京都でこそやっぱり実験というか取り組みを始める価値があるんじゃないかなと思いますし、またトヨタさんが何といってもその事故のない世の中を作りたいとこういうふうにおっしゃっていることは我々も全く共鳴することですので、本当に事故の少ない世の中を何か実現していきたいなというふうに思っています。タクシーはもうそれこそ縦横無尽でございますので、各所名所から住宅地細かいところまでさまざまなところを予想外のところまで走りますので、そういう意味でいくと偶然をたくさん重ねることができるんじゃないかなというふうに思っています。決まったところだけではなくていろんなところに細かい目を我々の役割として果たせればいいんじゃないかな、そんなふうに思っています。およそ140万人が暮らし、年間5000万人もの観光客が訪れる京都市。タクシーやバスが目となり、24時間体制で働くオペレーターの大きな力になることが期待されます。
ね、ここに待機されてるんですね、皆さんね、ジムのね。皆さんちょっと油断したでしょ、来ないと思ったでしょ。皆さんは何かあったらすぐフォローできるように。そうフォローとあと交代で2時間交代で行く。そうなんです。実際皆さんもドラレコシステムを使ってらっしゃる。もちろんもちろん。どうですか。いやいいものですね、やっぱり早く駆けつけられるっていう。もう、駆けつけもありますし、状況がすごく分かるんで、聞くより見た目、100に一見しかずでいいと思います。確かに通報で電話で喋っててもなかなか理解できないですね、状況をね。そうですね、見たら一発でね分かって、ありがとうございます。導入してからすぐ大きな効果を発揮する事案が発生。それは京都市内で起きた火災でした。はい、119番消防です。火事ですか、救急ですか。通報内容としましては、山が等が燃えてて建物に燃え移りそうだというような通報でした。場所は住宅と山林が隣接する地区。通報を受けてまずは消防車など11台を現場へ出動させます。小沢消防司令補はその後すぐに消防ドラレコ119を確認。これは実際の映像を元にした CG 映像です。ドラレコ119の映像を確認して、でその映像が通報のよりも、予想以上に放映しているというような映像だったので、早期に部隊を増援させたという形であります。これはもう建物に燃え移ってしまったのかなというような、ちょっと私はそのように考えて、早期に対応しなければと思いまして、消防隊を増援しました。最初の発令からわずか3分後、さらに消防車など9台を現場に向かわせる判断を下しました。最初の指令でいち早く現場へ向かっていた隊員は、水出せる部隊が一気にぐっと集まってきますので、早期に燃えている火災を収束させることができますので、それの判断が早かったなというふうには感じました。どこに水位ついてどういうふうな形で包囲体系を取るっていうのがわりかし早いこと戦略として取れて、火災を最小限に抑えられたんちゃうかなというふうには思ってます。迅速な消火活動で建物に大きな被害は出ませんでした。もしも消防車を増やすタイミングが違っていたら、結果が変わっていた可能性はあるんでしょうか。もちろん変わってたんじゃないかなというふうには思います。もちろん第一出動で、一番最初に現場到着する消防隊が到着するまでに早期に増援をかけられたので、多分おそらく5分以上のタイムラグが出てくると思いますので、5分あれば相当な火災拡大していってしまいますので、その5分だけでも縮められただけでも相当な効果があったんちゃうかなというふうには感じられます。早くも効果が出始めている消防ドラレコ119。京都市のトップ松井市長はどう考えているんでしょうか。市長は車社会の負の側面を指摘し警鐘を鳴らした日本を代表する経済学者宇沢博文の研究に触れながら、プロジェクトの意義を語ってくれました。自動車の社会的費用という研究があってですね、自動車っていうのはとても便利なものだけど、それは事故を起こしたり交通渋滞を起こしたり排気ガスを出したり、そういういろんな社会的にですね、いろんな不幸用の原因になるという警鐘を鳴らされたというのが、もう歴史的な経済学者としての宇沢先生の業績であってですね、そういう考え方がある自動車というものについて、むしろ逆手を取ってですね、その社会的費用を生んでいるという自動車を逆にいろんな意味での事故の発見、あるいは火災の発見、早期鎮圧鎮火、あるいはそれ以外にもこの目を通じてですね、それを社会的費用というものを削減するっていう発想がものすごくこれだと、それはね大変別におべっかいわけじゃないんだけど、
さすがトヨタだと。これを逆手にとってですね、社会的ないろんな費用を圧縮するために自動車というものをどう活用するか、それを営業車をどう活用するか、これはすごい発想の転換というふうに感じたんです。なるほど。そして交通事故や火災だけではなく、さらなる可能性にも期待を寄せます。もう一つあるとしたらあれじゃないでしょうかね、やっぱり災害じゃないですかね。この要するに火災ももちろん火災も例えば地震による地震由来の火災というのもあるでしょうし、単に火災だけじゃなくてそれこそ水害、風水害のようなものも最近非常にゲリラ豪雨が多いですから、やっぱりレーダーとかが整って気象面から見るっていうのはあるけど、やっぱり現実にどんな浸水が起こってるかとか、やっぱりその地形的な動きとかいう意味ではやっぱり路上の路面に近いところの情報が有効だと思うんで、そういう意味ではこれからいろんな災害が、残念なことながらやっぱりこの中長期的に言うとですね、一定の大規模災害が起こる、それは日本中どこで何が起こっても不思議じゃない状況になっている中で、やっぱり災害情報の早期収集、そして伝達という意味でもすごくこのシステムは有効性があるんじゃないかなと、それによってできるだけ救える命、あるいは守れる財産というのを守っていくというふうに活用していきたいと思います。トヨタは災害発生後の安全な走行を支援する地図サービスをウェブ上で公開しています。その名も通れた道マップ。実際の車両走行のデータをもとに直近24時間以内の通行実績をリアルタイムで表示しています。こうした技術に加え、消防ドラレコ119も災害時に力を発揮する日が来るかもしれないですね。消防ドラレコ119はトヨタ社内で公募する新規事業創造プログラムから生まれたアイデアです。プロジェクトリーダーの小池正人さんの街中を走る車のドラレコを消防の目に使えないかという発想が実証実験につながりました。京都市でも挑戦が始まったことへの思いは？個人的にはすごく嬉しいですし、今までやってきたことがしっかりと認められたであるとか、誰かの役に立っているというところは本当にありがたいなというふうに思っております。交通事故死傷者ゼロを目指すにはなかなかちょっと我々だけの力でもできない部分がありますので、こういった形でたくさんの仲間パートナーができていくということはすごくありがたいことだなというふうに思っております。消防ドラレコ119のプロジェクトは世界遺産仁徳天皇陵古墳で知られるこの町から始まりました。一昨年の10月から一足早く実証実験が始まっているこちら堺市ではドライブレコーダー119が実際に活用されているんでしょうか。消防です。火事ですか？救急ですか？堺市消防局は堺市、高石市、大阪狭山市に暮らす住民およそ92万人の安全と安心を守っています。1日平均300件以上の通報がある中、街を走るバスやトラックなどおよそ400台に専用のドラレコを搭載し実証実験を続けてきました。その結果、おととし12月から去年11月末までに現場の映像が必要だと判断した594件のうち 27% にあたる165件で映像をすぐに取得でき、実際の消防活動に役立ったといいます。ドラレコ119を導入してから、率直に聞きますけど、変わりました？
そうですね。実際に救急現場が大きく変わったと思います。はい。やっぱり早く駆けつけられるっていう実感はあるわけですね。そうですね。早く駆けつけられる以外にも重症の患者さんに対していち早く必要な処置等がこちらの方で用意ができるというところで大きく変わったと考えます。人命救助に対して大きく貢献できてると思います。歩行者がはねられた事故では医師による医療行為を15分早めることにつながったといいます。一体どう対応したのか、その時の緊迫した様子を再現してもらいました。はい、消防です。火事ですか？救急車ですか？わかりました。住所お願いします。こちらで何がありましたかね？わかりました。その方は今呼吸とか意識ありますかね？通報を受けたのは田村消防士長。高齢の歩行者が車にはねられたという通報でした。後ろで支援に当たっていたのは杉野司令。タモさん、後ろでドライブ見ときます。お願いします。杉野司令は通報の内容を聞いてすぐにドラレコ119を確認。すると現場を走行している車両がいて、事故現場の映像を確認することができました。映像を見た時には実際には路上で倒れた状態の方がおられて、これはかなりの勢いでぶつかったのか、はたまた容体が良くないのじゃないか、もうずっと寝転んだままでしたので動くこともなく。寝そべっててちょっと重症そうやからドクターから言うときます。わかりました。わかりました。今近寄りますか？堺消防局です。ドクターから出場お願いします。見てます。全く動かない高齢者の姿に病院に搬送していては間に合わないと判断し、医師が乗り込むドクターカーを要請。その結果、医師によるアプローチがおよそ15分早くなり、救命措置を行うことができたのです。指令するにあたって現地の状況が分かったわけでも実はないんですけれど、みんなチームで連携してドクターカーを出場させることができたという案件でしたね。はい。実際に映像を見た状況で役立つなって思うことは何回か出てきてますので、非常に価値のあることかなと思います。15分の差、これは医療現場でどういった意味を持つんでしょうか。おはようございます。失礼いたします。すいません、トヨタイムズ富川と申します。救命救急に携わって50年の横田医師に聞きました。救急疾患すべて通じることなんですけども、怪我をしたり、あるいは急病を発症したりして医療介入をする時間が短ければ短いほど治療効果が高い、場合によっては救命率が高くなるというのは、これはもう世界的というか、医学界当たり前の常識になってありますよね。15分っていうとそれはものすごく早いってことになるんですか？大きいですね。外傷患者さんの死因の9割は出血性ショックといいまして、血がずっと出続けているような状態です。でそれを止めるっていうのは、体表に出てる血は救急隊も止めることができますけれども、体幹ですよね、お腹の中とか、あるいは場合によって頭もそうですけれども、これは医師がやはり処置をしないと止められないのでね、その15分というのはものすごい大事ですね。はい。救急の現場ではいかに早く搬送できるのかも大切だといいます。米国のガイドラインの中には、救急隊が現場で活動する時にはもう10分で現場を立ちなさい、医療機関運びなさいって言われるぐらい、プラチナタイムって言われてるほど、貴重な時間なんですね。でそれを15分短縮させて、ドクターカーの活動によってですね、医療介入が早くなったということは、これは大変意義があるというふうに思います。救急車ですか？一昨年から始まった堺市とトヨタ自動車の実証実験。堺市は
住民の安全安心を守る有効なシステムであると確認できたとして、今年4月から本格的な運用を開始しました。ドラレコを搭載するバスやタクシーは800台に倍増。現場からはさらなる可能性を期待するこんな声も。もう近未来の話させてもらっていいですか。はい、もちろんです。もうそれはもうドラレコ側から通報してきてくれたらありがたいですね。すごいもうちょっと先の近未来かもしれませんけど、あくまでも今情報を取るということだけですけれども、それで、ドラレコ側が危険というか異常を感知して知らせてくれる。でそしてさらにその情報を絵の情報をくれる。だからこれは生かすべきか生かさないべきかという判断も合わせてできるかなと思います。でも AI があったら可能ですよね。そうですね。もうそういうふうに進歩してくれたら僕らとしてはありがたいですね。はい、トヨタの方よろしくお願いします。ね、本当ですね。いやもうそれは世界のトヨタですからね。安全なプロジェクトチームお願いします。被害の少ない世の中をお願いします。今後第3の都市第4の都市という形でもっともっと拡大させていけたらなというふうに思っておりますし、全国で使っていただけるようなシステムになればいいなというふうに思っております。ドラレコの映像が自分や大切な人の命を救うかもしれない。未来を切り開く挑戦が続きます。